時丸田中のモーニングレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。8月26日水曜日、時刻は朝の6時を回りました。東京の精神の時の部屋よりお送りしています。東京の天気は曇り、気温は34度まで上がりそうです。昨日も暑かったですけどね、今日は太陽はあまり照ってないかもしれませんが、ものすごく蒸し暑くて気温が高い日になっています。はい、今日も1時間ぐらいタラタラと話していきますので、何かしながら聞いてください。毎週水曜日の朝6時より放送している時丸田中の架空のラジオ番組です。はい、もうね8月終わりですね。いよいよという感じで早かった。本当に早かった。今月ももうね毎月早いですよ本当に。で何かしらなんかいろんなイベントとか移動があったりして、今月は広島に行ったりとかね。で、ちょっと祭りに出たりとか、夏祭りにちょっと参加したりとかね。これ東京の方なんですけどね。で、東京都内でもちょっといろいろ移動しながら、神奈川の方にも行ったかな。演劇、友達が演劇家やってるんですけど、演劇を見に行ったりとか、いろいろやってるうちにあっという間に過ぎていった8月となりました。皆さんはどんな8月を送りましたか？夏休みの人も、ゆっくりできた方もね、何かこういうことがありましたってことがあったらコメントで教えてください。で、9月になるとなんかいよいよ僕の中ではちょっとまた旅の匂いがしていて、旅というよりちょっと冒険ですかね。ちょっと近々また山の方に入っていきたいなっていうことで、いろいろ計画を立てているところです。はい、ということで、今日は、本日の一曲から参りましょうか。今日はね、この曲をね、お送りします。ちょっと変わった曲ではあるんですけど、なかなかね、難しい人たちで、発音が。カリムジアド&ハミッド・エル・カスリ。ちょっともう一回言いますね。カリムジアド&ハミッド・エル・カスリで、バノー。はい、聞いていただきました。バノーって曲で、これジャンル的にはグナワミュージックっていう、グナワっていう、いわゆる伝統音楽、民族音楽みたいなものですね。で、モロッコの、11世紀ぐらいからモロッコで、生まれた伝統音楽で、結構こう、ちょっとレゲエっぽい感じがあったり、ヒプノティックでリズムあって、ちょっとジャズとかブルースの要素も入っていたりとか、なんか結構いろんなアレンジとかがされていて、カラフルでね、面白い音楽だなと思います。語っていることとかは全くわからないんですけど、調べたら出てくるとは思うんですけど、おそらくその民族に関することとか、戦争とか戦いとか、なんかそういうところも入ってるのかもしれませんね。あるいはその大地とか神に対する祈りとか、そういうところも込められてるんでしょうけど、で、これ僕も知らなくて、このグナワミュージックっていうのは。で、僕の友達がね、この間一緒に久々にご飯に行った写真家の友達がいるんですけど、よく仲良くさせてもらってる。彼と話してる時に、彼も結構音楽好きで、で、最近聴いてるって言ってこれが出てきたんですよね。なんか、やっぱ面白くて、僕はこの一人で生きてて、自分ではまず聴かない音楽ですよね。このラジオを聴いてるリスナーの皆さんも、もしかしたら初めてって方もいるでしょう。グナワっていう音楽。で、僕も初めてで。でも彼はね、これをね、見つけて聴いてるって言ってて、やっぱ面白いなっていうか、なんかそういうところでね、それ以来僕も結構この音楽を、Apple Music なんかの、ちょっとYouTube にあるかどうかわかんないんですけど、もしあったら概要欄貼っとくんですけど、Apple Music とかの、プレイリストみたいなもので、聞いてます。新しい。やっぱこう音楽って音っていうのは、こう風が入ってくるっていうのかな。なんかその雰囲気とか環境を一瞬で変えられるっていう意味で、ものすごい力を持ってるなと思います。だからなんかこう、同じ部屋の中にいてもですね、やっぱかける音楽とか、たまに聴く音楽によって、その気分とかね、雰囲気を変えられるんで、しかも今、やっぱりデジタルコンテンツになってるから、そのレコードとか掘り出すと、だいぶそのものも増えちゃうけど、ものもね、増やさずに、
追求できるところなので、なんかね、素晴らしいなと思いますね。で、いつまで経ってもというか、もうやっぱ無数に音楽って作られているので、人類が生まれてからね。だから本当にその終わりがないし、いつになっても新しい発見があるなと思って、で、今回、久々にヒットした、僕の中でヒットした音楽です。ぜひ聴いてみてください。はい。時丸田中のモーニングレディオですね。だいぶもう1年半ぐらいやってるんですけどね、最近は、ちょっとツイッターなんかを今年から始めて更新していて、で、ちょっと自分の思考の断片みたいなものをそこで、ポツポツと出しています。で、最近ちょっとね、書いた、昨日書いたことをね、ちょっとここで読み上げてみたいと思います。人間の報酬回路は、脂肪、砂糖、塩が希少だった時代に最適化されている。産業革命以降、それが安く大量に手に入るようになり、ファストフード企業は快楽を最大化する配合を探し続けた。インターネット企業は同じことを情報でやり、広告モデルの下で反応されやすいものイコール先導的なものを最適化した。だからアルゴリズムは望むものではなく反応してしまうものを出す。結果的に短尺コンテンツで頭が散らかり、思考が低いレベルに固定される。だから SNS をやめようと単純に言いたいわけではない。むしろうまく付き合うことができれば SNS こそ解決策になり得る。所属事務所もレーベルも雇用主もいらない。パーミッションレスなキャリアの道を歩める稀有な時代なのだ。人間が本来持つ問題発見、課題解決、ものを作る。そのような創造の営みに戻る手段となる。ちょっと長くて140字超えちゃってるんですけど、最近はその長文がね、X で書けるようになってるんで、僕そのもうノートをね、更新をやめてて、一応アカウントは残ってるんですけど、で、そのノートで書いてたようなことというか、それほとんど自分の書くことは今、全部ニュースレターですね。ニュースレターに移行してます。はい。レターズとコアっていうね、ものをやってます。で、レターズは一応サブスタックを使っていて無料になってるんですけど、それの有料版がコアっていう感じで、購読制のニュースレターですね。で、その中で、基本的にまとまった思考なんかは書いていて、で、週に2回長文の記事を、ダイアリーとジャーナルというのを更新していて、で、ポッドキャストもですね、そこに含まれています。なので、自分のその、語り下ろしというか、話し下ろしみたいな、ところは、そのコアで聞けるって感じにしているんですけど、なんかそういうところで、書いているものが、こう、ふとね、またこう別の形になったりとか、あるいはその先にその、こういうツイッターみたいな短文が出てきて、そこから思考が広がっていくみたいなことをやってますね。だからなんか、自分の中ではその SNS って昔だとそのソーシャルネットワーキングサービスっていうことで、つまりその社会的にそのネットワークを作っていく、誰かとつながるためのツールだとは思うんですけど、自分はもうそれが今アルゴリズムに侵されてノイズにまみれているので、逆にそれを他人の投稿を見るのではなくて自分が思考するツールとして使っているっていう感じです。だから失敗とかも全部出してるし、言ってること全部正しいとは全く思ってません。むしろその自分の考えって甘いなっていつも書いてから思うんですよ。文章を書いたりツイートしたりしてから、なんか一週間後とかに見直してみると全然これ間違ってるなとか思います。だからでもそれの過程すらも全部出していくし、でそのいわゆるそこにあるものというか、そこで生まれたものっていうのが自分のプロセスになってるんですよね、一つの。だからYouTube も自分のその一つの発信というか、制作のプロセスみたいなものになっていて、で、それでまとまったものが、として、一応成果物として本になったりとか、エディションズっていうデジタルプロダクトを作ってるんですけど、デジタルガイドみたいなものになったりしています。だから結局その、毎回が本番であるし、毎回が実験である、練習であるような、なんかそういうあり方をですね、ずっとやってきてますね。で、ちょっと今構造
の話っぽくなってはいるんですけど、このね、書いてる内容のちょっと深掘りをしたいと思ってて。で、やっぱり、その、アウストラロピテクスというか、人間の体の構造って本当に2万年、3万年変わっていないって話はね、よくしてると思うし、皆さんも知ってると思います。例えばその足の構造だったりとか、体の構造、内臓の構造、そして脳の構造みたいなものはほとんどその狩猟採集時代から変わっていないと言われています。でも、それ以外の外界の構造というのは、農業革命、まずその認知革命っていうのがあって、その後に農業革命、そして産業革命、で、今は AI 革命の真っ只中にいるわけですけど、その前に一つ情報革命っていうのがありましたけど、インターネットね、が出てきて AI 革命っていうところで、すごく変わっているわけですよね。外界、自分のたちの体の外の情報っていうのは、情報とか状況はものすごく変わっていると。でも体は変わっていないんですよ。だから、それについていけなくなって、今、いろんな問題が起きている。で、それは、体にかかる、負荷の問題だったりもするし、ストレスだったりとか、精神的な病気だったりとか、うつとか、そういうものですね。そういうものが問題になっていると。で、それはその、もともと、自分たちの体はそういうふうに作られていないところで、ものすごい情報量とか状況の中で、そういうところに持っていかれて疲弊しているという状況ですね。だから、やっぱりその報酬回路、つまりドーパミンが出るようなことっていうのは、脂肪とか砂糖とか、塩みたいな、そういうところに圧縮されていたところが、それをまず最初にハックしたのが、ファストフード企業というか、そのフードをそのプロセッシングできるようになった状況ですね。大量生産ができるようになって、安いもので作れるようになって、その中でアミノ酸とか、そういうものの調合が可能になって、旨味とかね、もそうですけど、人間がとって、嬉しい、美味しいみたいなものを簡単に作れるようになったと。で、それを同じようなものが、だからインターネットの中でも繰り広げられていると思っていて。で、結局そのプラットフォームっていうのは広告モデルによって成り立つので、人を集めること自体が商売になると。それが収益を生んで、利益になって、で、株主に還元されるっていう仕組みになっているわけですけど、で、そのために人を集めるために、その反応されやすいもの、つまりそのアテンションを高めるようなものだけを最大化するっていうアルゴリズムが、つまりアルゴリズムですね、が発達していったわけです。で、その最大の転換点は僕はTikTok だと思っていて、やっぱ中国企業のそのもう一点突破するみたいな力ってものすごく強いと思ってて、だからそのもうドーパミンでひたすらね、もうだからあれすべてでも計算されていて、だから人間の脳をハックするように計算されていて、完全にスクロールが止まらないと。ロックンロールが鳴りやまないみたいな。もうずっとスクロールし続けるような仕組みをハックしたのが TikTok。で、その TikTok の仕組みが Instagram の動画とか、あとは YouTube もそれを採用してショートを作りましたよね。そういうふうに展開されて、結局そのアルゴリズム優位になっている状況があるっていう。だから本当はもともとその深くてニッチなコンテンツみたいなものがあったところが、どうしてもそのアルゴリズムが出てるものをみんな消費するから、それによって頭が散らかって、で、思考もですね、結局その断片的な思考。僕がこの書いてるのも、結局断片的な思考ではあるんだけど、よりそのショート動画みたいなもので、瞬発的にね、10秒とかで、終わる。で、そこで思考が止まる。そしてまた次を消費するみたいな、繰り返しになっていると。で、だからこそその SNS をやめようって言いたいわけではないっていうね、ことをだからここで書いたんですよ。で、それは自分自身が結局こういう発信をしているってところもあるし、で、逆にその SNS っていうのは使いようによっては、ものすごく、いいものにもなり得るっていうことですね。だから一概に僕はその否定する立場を取らないんですよね。でも、SNS から遠ざかりながら、うまく使いながら、そしてでも隠居してるみたいな状況は作り出すことができると思っていて、むしろ自分がやってることは、それに対する挑戦とか実践みたいなものだと思っています。うまく付き合うってこと。で、これがやっぱり、なぜその SNS がすごいかっていうところは、やっぱりその所属の事務所とか、レーベルとか、レコード会社とかね、そういう意味のレーベルね、とか雇用主
いわゆる会社の雇用主、社長みたいなところも必要ないわけです。だからこれってすごいことで、いやこれまでは何かその巨大なインフラとかを使うため、自分の手に届かないインフラを使うためには必ず大きな何かバックグラウンドがあって、その上で使うってことしかできなかった。それが、やっぱりその事務所みたいなものだったり、レーベルみたいなものだったり、会社だったりしたわけです。で、しかもそれを使うためにはその許可が必要で、倫理を通すのにも許可が必要ですよね。だから上司の許可を取ってるっていうのをね、今いると思いますけど、毎日のように。そういう感じで、許可を取らないと使えないものが多いわけで、でもその SNS というのは本当にそのパーミッションレスっていうところで許可がいらないんですよ。で、これが、だからこの時代が稀有だってことです。許可なしで何でも自分で進められるっていうのはすごいことで。で、それは人間の歴史的に見てもかなり稀有な時代だと思います。だから、普通にツイッターやろうと思って誰でもできますよね。アカウント作れますよね。で、YouTube も誰でも動画を発信できる。X もそうです。インスタもそうです。誰の許可もいらないんですよ。この許可をいらないってことがものすごいことだってことに、なかなか気づけないんですけど、みんなもう当たり前になってるから。でもこれはすごいことで。で、その中でしかもそれが、収益を生むような、ものにできる。そういう構造を自分で作れるっていうのがね。だから本当にそのプログラミングだったりとか、そういう知識とかがなくても、それを作れるっていうのが SNS なわけで。だからこれまではその、ウェブサイトとか作って自分のポートフォリオとかね、例えば僕はフォトグラファーの活動を長くやってますけど、カメラマンとかでもそうだし、デザイナーとか、スタイリストとかでもそういうふうに自分のウェブサイトを外注して作るみたいなことをやってたわけだけど、最近はもうインスタグラムだけで自分のそれをポートフォリオにするみたいなことが可能になってますよね。だからそういう意味で、もう自分一人で全部やれるってこと。で、さらに強大なのはそこに AI が入ってきたっていうことです。だからものすごく、楽になっていて、いろんなものを作ったり、一人で発信したり、だから個人でやっていた人たちがますます強くなるような時代になっていると。で、僕はその、長らくね、個人の時代が来るみたいなことはもうずっと言っていて、で、自分自身もその実践をもう20代から個人名で活動してやってきたわけですけど、だからそういう自分にとってすごい時代が来たなって本当に思いました。その SNS の発達もそうだけど、もう最近その AI が入ってきたことによって自分は会社を作ることもできたし、なんかそういうのがね、ますますだからウェブサイトとか外注していたものとかね、僕はもうほとんど全部動画の編集とかサムネとかも自前でやってますけど、でもやっぱりそれを自分でできない人はこれまで何もできなかったわけですけど、コストがかかるんでね、コストを最初に出せない、捻出できないって方は何もできなかったのが、それが今誰でも本当にできるような時代になってる。で、そうなってくると逆にその自分の時間を使えるっていうことがフレキシブルになるんで、もともと人間がやっていたようなこと、問題を発見して、で、その課題を解決して、そして何か作っていく。あるいは住処を変えて移動していくみたいなこと。そういうものが、そういうところにだから注力できるようなことになってるっていう。結構面白いですよね。そのなんか、アウストラロピテクス時代というか、狩猟採集時代にまた逆戻りしてるような感じもあるし。でもね、ただこの投稿をした後に、ちょっとまた改めて考えたときに、もっとね、解体されるんじゃないかなってことは、思ってます。てか、思ってますっていうか、思ってます。はい。なんかつまりその SNS っていうもの自体がもう意味がなくなるっていうか、だからこの YouTube とかもそうです。僕がやってる発信とかもそうですけど、そういうもの自体がもうすべて、無意味になるというか、完全無意味ってわけではないんだけど、それくらいその AI のシフトはものすごいものだっていうことですね。で、AI によって本当に人が裕福になるとかって、言われてますけど、結構先なんじゃないかなっていうことを思ったりもしてて。で、その農業革命とか産業革命があった時も、その産業革命が起こった時に、
起こってから人々がその産業革命の恩恵を得るまでものすごく時間かかってるんですよ。30年とか40年とか。だからその当時はだから結局その失業者が増えてっていうか増えて働く時間が増えて、なんか産業革命起きてるのに全然忙しいし、でも収入減ってるしみたいな状況で、いろんなね、社会の混乱が起きたわけですけど、で、AI でも同じような状況になると思ってて、結局それによって今すぐ楽になるってわけではなくて、今その過渡期にちょうど差し掛かっていて、日本ではあまり見えてないかもしれないですけど、もう米国とかね、もうエンジニア界隈とかものすごいね、もう若年層が全く就職できないみたいな状況になってるわけで。で、それがだから解決されてベーシックインカムになって全員に平等に分配されるみたいになるまでには、まあ産業革命の時でさえ30年40年かかってるから、まあもうちょっと短縮されるかもしれないですけど、それで見たとしても多分10年とか、なんかそういうスパンなのかなっていう感じはしてて、だからまあ混乱の時代がやってくることは間違いないし、これからなんかゼロから始めようみたいなところで SNS を使おうみたいなことがどんどん難しくなるんじゃないかなっていうね、そういうタイミングに差し掛かっていると思います。はい、まあ昨日のツイートからってことで、まあちょっとそういう考え方を今日はまとめてお送りしました。時丸田中のモーニングレディオ、毎週水曜日の朝6時より放送しています。続いてお便りコーナー。この番組に寄せられたお便りを読み上げるコーナーです。毎週日曜日を締め切りにしています。で、概要欄よりご応募ください。もうね、最近もう、このラジオと、僕はその自分のニュースレターがやっぱり自分のもう核心というかメインになってるんで、なんか YouTube のコメントもたくさんいただいてるんですけど、それをあんまりこう読み上げたりとか取り上げたりすることはもうなくなってますね。なんでそこはなんか皆さんの、コミュニケーションの場というか、知識の、なんか新たな知識の共有みたいな場としてね、使っていただけるといいのかなと思ってます。で、なんかやっぱり自分に対する誹謗中傷とか、まあ当然来ますし、なんかアンチコメントとかクソコメみたいなものつくんですけど、なんかそういうのってもう全く意味がないし、で、取り上げてもですね、結局取り上げたり、それをこう見る人、何かこう自分の生活を良くしたいって思っている人たちが、そのネガティブなコメントを見ると、それによってそのマイナスな思考に引っ張られるようなところがあるんで、なんかそういうネガティブなコメントに関してはもう問答無用に、非表示に僕はしてますんで。だからなんか、もちろんその YouTube 側で結構ある程度、ひどいやつはもう完全に自動で弾かれるんだけど、なんかね、変な、やっぱこうコメントとかがたまにあるんで、だからそういうこう、まあ見てちょっとネガティブに見えるようなものは整えるようにしてます。それはまあ自分がまあ発信してるんで、その最低限のマナーというか、その場所を整えるっていうのはちょっとしないと、この YouTube に関しては、なんかそっちの方がいいかなと思ってるっていう感じですね。で、なんか X とかそういうね、ところはまあクソコメがあった方が盛り上がるというかね、まあ面白くなってインプレッションも伸びるんで、そういう感じでやってます。で、このラジオはね、もう皆さん、ラジオリスナーの本気の、そしてふざけたお便りばっかなんでね、毎週ね、楽しく読ませてもらっていますね。ラジオネームぽっかり余白さん。ラジオでお便りを取り上げていただきありがとうございました。みんな疲れているの動画を拝見し、深く納得いたしました。改めて振り返ると、虚無感は物を手放したことではなく、体調を崩している方に要因があったのだと気づけました。回答を参考に、感情と自分を切り離して観察したり、足の裏の感覚など、今ここの身体を意識する練習を始めています。焦って元に戻そうと抗うのをやめ、今の状態をそのまま受け入れて静かに過ごしてみます。大切な気づきをありがとうございました。はい。多分前回のお便りでいただいてた方ですかね。そう、みんな疲れているっていう動画を上げて、で、なんか、もうね、全部僕のそのエッセンスっていうか、実践は全て出してるんですよね、おそらくね。今やってることは。だからもう過去にやってることがもう全てだと思っていて、
だから過去動画にヒントがあるし、で、過去に書いた、ニュースレターですね。だからコアのね。そこにもうすべて答えはあると思ってます。だから、ヨガをやることとか、歩くこと、走ること、そしてランニング、ハイキングをすることとか、で、少ないもので暮らすこと、すべてが、疲れないっていうか、楽に生きるっていうところにつながっているんですよ。だから、僕がだからそこを、もう全体的に、体現してるって言ったらあれですけど、あの、やってるんですよね。だから、今の状態が、一番いいなって自分の中では今思っていて。ただ、それがやっぱり崩されたりとか、崩れたりするときは当然あるんですよね。だから、一回決まった、大体大枠は決まってるんだけど、その日々の実践が自分の生き方を楽にしているってことは分かってるんですけど、でもやっぱり新しいものを取り入れていくこととか、その中でさらに不要なものを削っていくってことはまた別の話なんで、そういうアップデートをですね、今後も続けてね、いけたらいいなって思っています。でやっぱりある程度人ってそのサイクルみたいなものがあると思っていて、で、自分は結構10年周期で動いているんですよね。自分のその過去を振り返ってみても。10代の頃は、音楽をまずしっかりがっつりやって12年ぐらいやりました。で、その後は写真の世界に入って、これも10年から15年ぐらい。でも大体、深くコアでやってたのは12年ぐらいですかね。だから30代中盤まで、写真をやってたと。で、その写真が終わってから入ってきたのがヨガなんですよね。はい。ヨガが入ってきて、今、アシュタンガは3年目なんですけど、それ以前に7年間、6年間か7年間ぐらい、太陽礼拝だけをやっていた時期があるので、独学タイムが、もう謎の独学タイムがあるんですけど、だからそういうふうに音楽、写真、ヨガっていうふうにシフトしてきていて、で、そういうふうに、自分自身がどういうふうな、レンジというか、タイム感を持ってるかみたいなものを、自分の過去から探っていくみたいなところも重要です。だから自分がやってることすべて正解って言いたいわけでは絶対なくて、だから絶対言えないし、言いたくないんですよね。だからそれぞれにやっぱ合ったやり方とか、それぞれのタイムラインっていうか、タイミングとか周期みたいなものがあるんで、それを考えてみるってことですね。で、その中で取り入れやすいものとか、これ良さそうだなってものを取り入れて、その僕だけじゃなくて他の人がいろいろやってるようなことですけど、そういうものを取り入れて、で、自分の快適な、自分だけの処方箋じゃないけどシステムみたいなものを作っていくみたいな、そういう感じで、そういう感じがいいのかなっていうふうに僕は捉えています。バナナの皮クラッシャーさん。徳丸さんお久しぶりです。私は先日、自由意志問題というのを初めて知りました。過去自分で決めて行動しているように思えて、実は脳が先に決めているのではないかという説。時丸さんはこの自由意志問題について何か考えはありますか？抽象的な質問ですみませんって。自由意志問題について、僕は特に考えないですね。別にないって感じです。で、脳っていうのは、明らかにされていない部分が多くて、で、僕自身も結構偏った見方をしているところがあって、それは東洋的なところだったり、東洋的な哲学だったり、あとヨガ哲学みたいな見方が結構やっぱり今はそれを実践しているので強いんですよね。だから科学的なアプローチももちろん参照したりはするんですけど、でもやっぱりヨガとか仏教とか、そういうところで、あとこの間紹介した、アメリカの精神学的なところですね。そういう人たちの勉強というか、そういう情報を結構強く自分で使っている感じがするので、だからこの自由意志問題についてはわかんないっていうか、何も思わない、考えはないって感じです。だからその自分で決めて行動しているように思えて、でもこれもね、だからちょっと話すと深くなるんだけど、すべてその解体できるんだよね。プルシャとプラクリティと、そのシンガと自分の思考みたいな、そういう分け方、ヨガ哲学的な見方で見ると全部解体できるんで、
なかなかね、はっきり言うことはできないですね。むしろはっきり言わない方がいいのかなと思ったりもしてます。続いてラジオネーム山猫さん。いつも仕事をしながら動画配置をしています。考えるきっかけをたくさんいただきありがとうございます。最近、Amazon 配信の映画、帰られぬ山を見て感動。原作が読みたくなり、辞書を片手に、確か、昔かじったイタリア語で読み始めました。舞台になったドロミテ地方の山の美しさに圧倒され、短い身ではあれど、一度この目で歩きたいなと思い始めました。ただ私は山自体ではなく、オーストリアやスイスでよく出会う山の見える整備された登山道に惹かれます。時丸さんの山愛に触れた今週のレターを拝読して、ついこんなメールを書いてしまいました。これからも配信楽しみにしております。ということで。レターを購読されててね、ありがとうございます、山猫さん。すごいですね。イタリア語を使えるってことですね。イタリア語で読めるってことは。で、そのね、スイスとかオーストリアでよく出会う山の見える整備された遊歩道って散歩道っていうのは、それに惹かれる気持ちは僕もすごいわかります。で、僕はその、スイスとかの山結構憧れたりとか、で、昔からおばとかね、あと母も結構そういうヨーロッパの山好きなんで、で、写真見せられたりとか、この間この間でもないけど、ちょっと前に母が、本物のアルプス見にね、スイスに行ったんですよね。で、その時に羨ましいなと思って、で、その写真とかをすごい見せられて、で、やっぱりあの辺ってもちろんそのガチガチに登山するハイカーとか登山家もたくさんいるんだけど、もう完全にそのツーリズム化してるんで、ふもとまで行って、で、しかも列車とかで行けて、で、その遊歩道を軽く散歩して、その雄大なね、山を見ながら歩けるみたいなところがたくさんあるんですよね。だからうちの母もそういうところを歩いてたみたいで、だから登山はしてないけど、そういうところを歩いて、そういう写真をたくさん撮ってて、すごいいいなって、思ったね、記憶があります。なんか素晴らしいですよね。どんな山でもいいっていうか、だからそういう山にも憧れるし、でも僕はその一方で、日本の里山みたいなところも大好きで、なんか地元のね、山の裏山とか、なんかああいうなんの変哲もないところが好きだったりします。地味なというか、とにかく土があって、木があって、で、人がいなければ、どんなとこでもいいというか、なんかそういうところはありますね。で、もちろん歩いて快適な山道とかありますよ。その山の形がかっこいいなとか美しいなっていうのは、もちろんそういうところにはたくさん行きたいとは思いますけど、どんなとこでもいいなっていうのはね、結構ね、自分のその特徴ですかね、多分。だから、別に登山家でもないし、ハイカーでもないし、みたいな。なんか散歩なんですよね、多分ね。散歩の延長だと捉えているところは多分あります。結局自分の家を一歩出て、で、あとは結局歩くことが全てにつながるじゃないですか。どこか山とかに入るにしても結局その一歩は全ては自分の部屋を出ることから始まってるんで、ただそれをずっと続けていると。で、しかも歩くときは手ぶらで、なるべく少ない荷物でみたいなところ。それができれば、どこにいても、幸せを感じられるなっていうふうに、個人的にはね、思ってますね。はい。ありがとうございます。続いてラジオネームアンコスキーさん。みんな疲れているの動画、自分にとっていいタイミングの内容でした。最近些細なことが気になって無意識に思考が迷走気味だった中、この動画をきっかけに本を読んでも映画を見ても誰かと話していても不思議と今を生きるというメッセージがあちこちから入ってくるようになりました。多分今に戻るヒントはずっと身近にあったのだと見逃していたんだと思います。身近にあったのに見逃していたんだと思います。ボロボロになるほど読んでいるエックハルト・トールの The Power of Now も読み返してみています。私もヨガを学び、旅して歩きながら今に戻ることを実践していきます。この動画は自分にとってお守りのような存在になりそうですっていうね。
いや、ありがとうございます。嬉しいですね。そのお守りのような存在になる動画って。ね、なんかもう適当に喋ってるだけですけど、いつも申し訳ないぐらいに。うん。まあでもなんかそのね、このみんな疲れているの動画はそうですね、そのエッカールト・トールをフューチャーしたんですけど、うん、やっぱりその今を生きるっていうのがどれだけ難しいかっていうこと。これは本当に常々と感じます。ただその一回その理論というか、どういうふうに考えるかっていう視点を学べば、その今を生きるあり方みたいなのが徐々に分かってくるんですよね。で、やっぱりそういうものは実践的なものであって、必ずその一筋縄ではいかないというか、一回学んだから終わりではなくて、日々の実践の中で自分自身で高めていくものだと思います。だからこそ難しいし、で、やりがいがあるし、だから悟りを開くのは本当に簡単なんだけど難しいっていうのは、だからそういうところですよね。今からでも開ける。うん。で、僕もだからそういう理論とかをやっぱり実践していて、で、あとはその理論に整合する活動とか行動をするっていうのが結構大事だと思っていて。で、それがやっぱりまあ自分の中では歩くってこともそうだし、やっぱ瞑想とか、やっぱヨガがあるからなんですよね。そこで毎日やっぱり自分の体とかと向き合うので、体や呼吸と向き合うことになるので、今自分はどこにいるのかと。本当に今を生きてるのかっていうのを常に問いかける。で、これ面白いことに、そのエッカールトの本にはいろんなことが書かれてるんですけど、こういう動画を見ながらとか、本を読みながらとか、でさえも自分の内なる力みたいなものに気づくことができる。意識することができるっていうふうに彼は言ってます。まあ、インナーボディっていうね、理論というか、そういうものもあるんですけど、なんか自分のその、体の中を感じる、体のパワーを感じる、今の力を感じるっていうのは、何かをしながら、その同時にその体を自覚するっていうのかな。身体がないと思考できないというか、身体なき思考はないというか、そのよく、まあ、完全にそのヨガ哲学だけを考えてみれば、その思考を切り離すということだけがフィーチャーされて、そうなると自分の体を痛めつけるとか、その感覚を切り離す修行みたいな方向になっていくんですけど、でもね、そのエッカールトが言ってることは、それすらも実はちょっと違うんだよってことを言ってるのが面白いんですよね。うん。だからやっぱりその修行とか、まあ仏教とかもそうですけど、どうしてもその体が邪魔だっていう考え方をするんですよね。で、どうしてもその思考だけを前に出していく。で、そのために人間の体がその欲とか痛みとか喜びとかそういうものを作り出しているから、それを捨てていこうと。身体は邪魔なものだっていうふうな考え方をする哲学が多い中で、実は、でもそれがないとダメなんだっていうね。体がないとダメなんだっていうところに立ち戻れるというのかな。うん。なんかそういうところも一つね、ポイントですね。まあ、読むポイントというか。うん。うん。だからそこで、まあ、さっき話したような、その読みながらでもそうだし、何か聞きながらとか話しながらとかでも、今ここを感じることはできるっていう。なかなか難しいんですけど、まあ、これもでもまあ、やりがいがある。うん。実践しがいがあるところです。続いてラジオネーム。エントロピー低下中さん。なんかラジオネーム的には多分初めてかな。リターかな。以前、バブルが弾けた植物たちを赤字覚悟で手放す相談をしたものです。あれからメルカリやヤフオクで少しずつ整理し、半年前には30から40個あった植物も、売れそうなものは残り2、3個になりました。高く売れたものもありましたが、最終的には十数万円の赤字になりそうです。それでもかなりスッキリしました。今年中には植物の手放しを終えたいと思っています。さらに朝の太陽礼拝 A、B や就業後の極薄ワラーチーでのランニングも習慣になり、日常の充実感が大きく変わりました。きっかけをいただきありがとうございました。これからも手放すを続けていきたいです。ありがとうございます。初めてじゃなかったですね。もらってましたね、これね。うん。覚えてます。植物がものすごく、あって、でしかもそれをこう、高い時っていうか、そのブーム、観葉植物ブームの時に買ったものだから、なかなか手放せずにいるっていうね、うん、お便りありましたね、前ね。で、その方が、
2、3個まで減らしたっていうね、これすごいですよ、本当に。実際に実践して、で、メルカリとかで手放しながら、でもそれでもまあ十数万円の赤字にはなったけど、スッキリしましたと。で、かつ、太陽礼拝 AB やって、で、就業後のワラーチーでのランニングも習慣にして、日常の充実感が大きく変わったと。いや、こういうなんか、誰かが変わるみたいな、変わりましたみたいなお便りをもらうのは本当に嬉しくて、それがなんか僕がその語ってる実践みたいなのを本当にこうやってくれてね、それでなんかいい方向に変わっているのは、本当に嬉しいです。でもこれは僕が言ったからとかではなくて、多分もうこのエントロピー低下中さんのもう本当に自分の考えだったり努力とか、そういうのがないとこれはだから実現できないんで。だから頭で分かっていてもそのね、やっぱりそのどうしても損になるから植物を手放せないみたいな、持ってるものを手放せないみたいな人はたくさんいると思うし、でもやっぱり何かが変わるっていう時には手放しが一番手っ取り早いところはあると思っています。だから自分自身もこれまでいろんな変わっていくフェーズがありましたけど、やっぱりそういうフェーズっていうのは何かやっぱりこう大きな手放しとか決断をしてるんですよね。でもそれってやっぱりこう怖いことで、やっぱり人間っていうのは自分が変化することとか周りが変化することに恐れを抱くと。で、それはやっぱりどうしてもセキュリティ的なところがあって、リスクヘッジみたいなところで人間の本能に埋め込まれているところですよね。変えない方が安定しているって思いがちなんですけど、今の時代はもう周りが変わりすぎているから、変わらないことが逆にリスクになると。これはもう本当に思ってます。だから、正解ですね。その、長期的に見れば、この一時的には多分損したように見えるんですよ。やっぱり、そのブームの時に買って、で、損したと。だからこれ株と一緒で、結局高値掴みして、で、下がった時に売っちゃって、で、損失を被ったみたいな感じになるんですけど、でも、やっぱ株と違うのは、やっぱり実際の実物のものであるっていうこと。で、それは実際に自分の部屋のスペースを圧迫して、管理の手間がかかって自分の時間を奪うものであるっていうこと。そういうものを手放したってことは大きな意味があって、むしろその一時的な損失よりももう長期的な逆にその利益をその時点で得られているっていうふうに考える。実際に得られてると思います。だから、それから太陽礼拝が自分の習慣に入ってきて、ワラーチーでのランニングが入ってきていると。で、間違いなくその観葉植物をたくさん溜め込んでいた時代よりも、この方は健康になってますよね。で、健康っていうか体っていうのは本当に資本なので、で、特に、自分みたいなソロプレーナー、一人でやってるような、個人の人にとっては、個人で活動している人には、本当にその体っていうのは大事です。お金よりも大事です。だから、そこを整えていくってことが結構ね忘れられがちなんだけど、実は一番のセンターピンであるっていうか、それをだから整えることが長期的な自分の利益になるってことが分かっていると。利益になるんですよね。だからね、そこに行けてるのは本当すごいし、で、そしてそれを、実際にね、やってみて、こうなりましたってことを送ってくれてね、本当にありがとうございます。僕も勇気をもらいます。こういうお便りに。で、それで自分が言ってたことが、実際ね、その技を使ってくれてね、それで変わってくれたってことになるとね、僕も喋った甲斐があったなというか意味があったなってことをね、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。はい、そんなところで、今週のお便りはこれくらいにしたいと思います。また来週もお待ちしてますので、概要欄よりご応募ください。このお便りがね、ないときは、僕はちょっとラジオお休みの週にしようと思ってるんですけど、結構ね、惜しいとこまで行くんですよね。お便りが2、3個ぐらいの時もこれまでありましたし。でもやっぱゼロっていうのがなくてですね、なかなか休めない状況になっているという、ありがたいことです。はい。ありがたい悲鳴です。ただね、休みなくてもいいかなと思ってるところもあって。いや、結局これまでもクリスマス、正月、そして海外滞在中っていうか旅行中とかも全部ね、休みなくね、このラジオを更新してるんですよね。だから僕の中では一つのリズムにもなってるし、全然ラジオを収録して配信することが苦じゃないというか、もう本当になんか生活の一部になっちゃってるんで、これ不思議なことなんですけど、でも何のノルマもないんですけどね、別にね。だから、これが会社とかだと、
ね、会社で担当とか、ラジオ担当とかでもし僕がやってるとしたら、担当になった限りはやめられないですよね。すいません、ちょっともう飽きたんでやめますみたいなこと言えないんですけど、僕は全然それ一人でやってるから、もうやめようと思えばいつでもやめられるんですよね。でこれ昔あえて買わないっていう動画作ったんですけど、買えるんだけど買わないっていう状況にしておくっていうか、だからそれと結構近いところがあって、いつでもやめられるんですよ。だからいつでもやめられるっていう状況は、じゃあ逆にやめないでいいっていう状況を自分に作り出すっていうことになるんですよね。これが結構不思議なところで。うん。やっぱりその何かその縛りみたいなものがあって、会社の担当とか役職とかがあると、やめたいって思いますよね。で、それは実際にやめられるから、実行すれば、行動に移せばやめられるんですよ。でもそういう状況の方がやめやすいんですよね。実際。で、そういうものが全くないと、いつでもやめられるってことになると、逆にそのやめられないっていうことになっちゃうっていうね。うん。これはね、一つ、自分が個人で活動していて気づいたこと。だから約束をするっていう、いわゆるこれってその約束をしている状況で、皆さんに、毎週水曜日の朝6時より放送しますっていうことを必ず約束していて、でも別にその約束を破ってもいいんだけど、その定型的な型みたいなもの、なんか構造的な縛りはないんだけど、自分自身がそのやっぱり約束しているっていうことは、自分への約束でもあるし、で、リスナーの皆さんへの約束でもあるし、だからやっぱその二重にね、約束しているから、見えないものなんだけど、それはすごく強いっていう。見えないものの強さっていうかな。なんかそういうものも感じたりしますね、そこでね。これからはだからその見えないものこそが、よりその本質的になっていくのかもしれないですね。だから僕はその毎朝瞑想してるのもそうだし、やっぱり瞑想していて出てくるものとかって形にならないんだけど、でもそこがなんか全然重要というか、なんか AI とかと会話するとかよりも、なんかね、その会話にならない、言葉にならない、言葉になる前の状態の何かみたいなものが、その今言語化が容易になったからこそ、ますます重要になってきてると思います。だからなんか、写真とかも結構オワコンで、AI によってそのフォトグラファーっていう職業がもうね、ほぼほぼなくなりそうな感じだし、なくなるとは思います。で、エンジニアとかもそうだし、何かその、実際にその形にするっていうところがあまりにも容易になってるから、だからそっちって消えていくような、消えていくっていうかAI によって代替されるってところになってるんだけど、見えないものに関しては AI にも見えてないから代替しようがないんですよね。だからその見えないものの大事さっていうか、これ言うと結構スピリチュアルっぽく聞こえるんだけど、そこがでも実際的に重要になってる気はしていて、なんかこの間面白かったのが、この間っていうか日常的に僕もその AI で壁打ちとかするんですけど、彼らってその五感とか音ってわかんないんですよ。だから何かこういう言葉がいいんじゃないですかみたいな言葉を出してきたときに、それがすごくダサかった時あったんですよね。その日本語の音的に聞いた時になんか、何々茶、何々ちょみたいな、なんかその、どっからどう聞いてもなんかふざけてるようにしか見えないとか、お笑いにしか見えないみたいなものを出してきた時があって、でもそれを本気でも言ってるんだけど、その音が、日本語で読んだ時の音がものすごく、その、なんか陳腐だったっていうか、なんて言うんだろう、滑稽だったっていうか、これ絶対自分だったら使いたくないよな、言いたくないよな、みたいな音だったんですよ。でもね、そういうところはやっぱり理解できてないから、それってその見えないものじゃないですか。やっぱ五感だったりとか音とかっていうのは見えないものなんで、聞こえはするけど見えないっていう、その波形とかにしてね、ちゃんとそれを分析するっていうことに今後はなっていくんでしょうけど、でもなんかそういうとにかく見えないものみたいなものの重要性がますます高まっているなっていうのを感じています。どういうふうにしてこの話になったかも忘れちゃいましたけど。はい。ということで、今週はこれくらいにしたいと思います。
まだね、暑いですけどね。まあでもね、すぐですよ。もう、最近その移行期間がなくてすぐ冬になるでしょう。だからあっという間にその寒くなっちゃうんで、このうちにしかできないこと、海で泳ぐとかさ、スイカ割りをするとかさ、最近僕はトマトジュース飲みまくってるんですけど、なんかもう普通のトマトよりもトマトジュース派になっちゃって、であれってやっぱりこう夏に飲むと結構体温下がってね、なんかいいですね。ランニングの後とかにね、ちょっとトマトジュースをね、飲むのが最近の楽しみになっています。皆さんも残りわずかなこの時間を暑いですけど楽しんでいきましょう。冒険もしていきましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回のレディオでお会いしましょう。いってらっしゃい。